にちは。今回は推しの子第17話への視聴者の反応をご紹介します。この動画では最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。舞台はまだ続きそうだな。ネルトってそんな中心的なキャラだったんだって。すげえけど、1分だけでもすげえ演技できるならずっとできないんか。時間がないからここしかまともに仕上げられなかった。まだ経験浅いから持続できないんだろう。スーパーサイヤ人3だってフルパワーで戦おうとするとちょっとしか変身できないだろう。なんかすごい作が来た。役者が覚醒する瞬間を映像で伝えようというチャレンジだろうか。メルトが自分の中のイメージが変化してはっきりと定まったって意味もあると思う。テネトロって何語だ？大本はドイツ語。チャンバラでアドリブ入れていいの。危険。立石の事前設計通りに全員が動くべき。アクアの出番はここからか。演技は感情乗ってなんぼだよなって一気のセリフだっけ。ここで持ってくるんだな。なんかもうエンディングになってるのか。舞台の話だけだったな。そりゃ2期は舞台の話だから当たり前だな。おう、今週が2期で一番面白かったわ。だが当のアクア自身は演技に感情を乗せることがどうにも苦手という。すげえ、あの原作がこうなるのか。全然実況できんかった。面白いけど長いな舞台編。これを毎日同じクオリティで演じなきゃいけないんだろ。演劇って大変じゃね。今週も面白かったな。1話で舞台に席って前半戦終了みたいな感じになるかと思ったけど、普通に何週か続くんだな舞台そのもの。こんだけやったら特殊エンディングでよかったんじゃね。特殊エンディングやらないのが推しの子のいいところだろ。原作の舞台編は覚えてないけどアニメにすると面白い。感情乗せた演技からのアクアの演技で対比になるんだろうか。まさかメルト君で1話丸々使うとは。今回なかなか面白かった。アニメでこういう場面をどう伝えるか、いろいろなチャレンジをしてたような気がする。原作で微妙だと思ってた舞台編がアニメ化でここまで化けるとはな。アニメスタッフがちゃんと原作愛持ってて、その上で理解して作ってるのが伝わるね。2.5 とか全然知らんし興味もないけど、今回単純にアニメーションとしてよくできていたのでそこは評価したい。メルトの成長だけで1話使うのも曲がりかなと。2.5 次元編やっぱアニメ映えするな。原作の良さ 100% 以上に引き出してくれてる。間違いなく漫画読んでる時より没入感あるわ。アニメスタッフに感謝。スカ当時ララライが一流の集まる劇団扱いされてる描写でとなったんだよな。看板役者があまりに仕事なさすぎて、無理やりコイリアで手バズるの至上命題だった劇団がで、まあ聖地を極める系の作品じゃないし、コイリア編は実事件を取り込む急ごしらえだったから、ライブ感で押し切った後の描写と齟齬が出るのも仕方ないんだろうけどさ、そのあたりは読みながらゆっくり消化したし、アニメが作品の完成形と思えば視聴感もいい。メルト君の覚醒シーンめっちゃ良かった。トリガーというかグレパラの吉成っぽい演出で追うってなったわ。やべえ、メルトに泣かされるとは。ずっと舞台見せられると思ったらいつの間にかメルト界だったな。初登場時とはえらい扱いの差で、アビコ先生は嬉しくても吉祥寺先生は複雑な心境か。東京ブレイドの原作通りでびっくりしたわ。作がすごかったね。今回演出バリバリいいやん。漫画だとよくわからない舞台内容が視覚的にステアラで演技やってるように似てるし、細かい舞台演出は完全アニよりだろうけどよくできてるな。ステアラあんなにクソでかいスクリーンなのかどうかは知らんけど。メルト王主人公かよお前。すごい力入ってたな。感動したわ。メルト界だったがすげえ良かったな。1期の頃はネタキャラかと思ってたけど、掘り下げられたら案外興味深いキャラになったな。推しの子世界のネットでは、今日はまでメルト君の所業を知った遠触れ原作ファンが一気に手のひら返してそう。メルト君がっつり持ったな。漫画だと結構あっさりだったけど、舞台ってこんな感じなんだなってのが伝わってきた。いやー、おもろ。
おもろかったね。すごい回だったわ。あれはメルトが才能の原石を拾おうともがいてる演出かね。メルト申請という感じだった。圧倒されたわ。メルチョ愛されすぎだろ。重曹ちゃんが思ったよりすごいワイヤーアクションしてた。あと持ってる刀の刃がハート型の模様になってるのに初めて気づいた。重曹ちゃんの役、ただ強気で好戦的な子かと思ってたら軽い一面もあって、なるほど人気でそうだと思った。重曹ちゃんはワフィアーでの派手な登場も良いし、コミカルに転がるやられ方も見せてくれたな。メルト途中で水の呼吸みたいになってた。ていうかあれアドリブだったんかい。悔しい感情をぶっ放すことを期待した配役なら、メルトを使わせたカブラキ P もなかなかの軽眼だな。A パートが完全に 2.5 次元を2次元でやっていて、とんでもないクオリティだったな。小声で喜ぶアビコ先生かわいすぎかよ。ただの子供だった。原作再現で喜ぶアビコ先生可愛かったな。そしてまさかの吉祥寺先生の感動である。アビコ先生がひたすら可愛かった。マジでネンドロイド出してほしい。ネンドロ映えしそうね。めちゃ良かった。作画も演出も素晴らしかった。丁寧に作られてる作品はやはり良い。なぜスシローにメルトの顔プレートが回ってたのかが意味わかった。ワロタ、今日アマの時に原作勢がメルト言ってた意味も分かったわ。ハートの形に肉抜きしてあるソードブレイカー可愛いな。あの剣ってキャラが人気出るのわかる気がした。舞台編よ。5話で終わるとか言ってた人いたけど、このペースだと結構な話数使いそうだな。オープニングが舞台編の要素盛りだくさんなのも、それなら納得。2.5 次元編が原作で一番面白くないって言ってたやつ出てこい。こんなに面白いのなかなかないぞ。吉祥寺先生、泣いてた。アビコは大はしゃぎ。やったねメルト。メルトの瞬間最大風速はアクアのそれを超えた。なぜならアクアのそれを超えたメルトもそれをさらに超えるのがそれのアクアだから。てっきり舞台って1話くらいで終わらせると思ってたから、メルト中心の話だったのは意外だった。でもこんだけ面白くしてくれるなら満足。アニメで舞台を描くとは斬新だが、洗練された構図や色彩のためか、音響演出ともにものすごい迫力で鳥肌が止まらん。メルト君の成長シーンの圧倒的で美しい演出にとらわれてしまった。演出色彩どもにとても深く感銘を受けた。次回も楽しみ。私は舞台が好きだから、冒頭のまるで舞台のような演出もすごく好きだけど、最後にアニメ表現の可能性をこれでもかと見せつけられて、うわーって感動しちゃった。リアルタイムで見れてよかった。豆だらけの手、感情の乗った演技、すべてが重なった時、自分自身に勝ったんだよ。鴨志田くんからも見直されてできるじゃねえかって言ってもらえるの。ここからメルトくんの役者人生リスタートだ。舞台東京ブレイド開幕、躍動感ある演出と役者の演技、姫川と有馬が交える時の演出と躍動感が交い、あの日の汚名を返上するためのメルトの努力、下手なら下手らしく相手の度肝を抜く演技、キャラを演じることに必要な感情、この1分にかける最大限の演技、めちゃくちゃ素晴らしい。メルトが成長した。アクタンの最後の爽快よも良かった。3年の先輩に割れたとか、この作品はアニメなのに時々感じる生々しさにゾッとする。そこも含めて面白いんだけど、2.5 次元ちょっと興味出てきたので、機会があれば見てみたいかも。マジですごかった。もう、アニメの演出じゃないのよ。前半は完全に 2.5 次元の舞台見てるみたいやし、後半も漫画で読んだ時の気持ちと全然違う。ちょっとだけ泣いちゃった。これも歴史に残るレベルの演出やと思った。来週が早く見たい。さや姫と陶器が早く見たい。2期の中で一番面白かった神回すぎる。メルトかっこいいよ。メルトとアクアをずっと見ていたい。中学でメルトを送った先輩許さん。顔がいいからチヤホヤされてて、なんとなく人生イケてたのに。芸能界入って急に落ちこぼれになって挫折ってあるあるだよね。腐るか這い上がるかだよね。東京ブレイドの面白さは結構普通だと思う。けど、推しの子、
息の基軸になる表現力の面から見たら破格ものだと思う。メルトの一点集中の演技力とアニメとしての表現力の掛け算に引き込まれた回でした。舞台というか人物にスポットが当たると一気に惹かれてしまいます。演技下手な大根メルトくん。その下手さを利用しつつ、悔しさを乗せた1分に興奮した。正直アニメ内の演劇とか見てすごいとあまり思ったことない。作中ですごい演技とされてるからすごい体で見てるだけ。今回も同じだろうと思ったが、吉祥寺先生と同じように感動したよ。メルトは2期始まってからずっと暗い顔してたり困ってたり、実力差を見てへこんでたり、いいとこさっぱりなかったです。そんな中本番でやってのけたアクションや感情が乗った演技はまさしく激アツで、笑顔で楽しいとまで変わってくれたのが良かった。誰にも負けてね負け演技、最高でした。いわゆる脇役でただの大根役者としか思ってなかったメルトが、悔しさをバネに努力を続けた末に見せた渾身の1分間に息を飲みました。主要キャラではないまさかの人物の成長感でしたが、吉祥寺先生が涙したように僕も胸を打たれました。たとえ誰であっても、努力が花開く瞬間というのは良いものです。メルトという役者が産声を上げる力のなさを痛感し、もがき苦しみ、血の滲む努力の末に掴み取った1分間、誰もが認め自身で実感する成長への充実感と、客席からの固定カメラでの舞台への没入と、役者の放つ存在感、この演出や見せ方は見事としか言えない。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたら、コメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは、最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介しています。様々な考察や多様な意見を聞くと、これまでなかった視点が増えて、アニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひ、チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。